皆さんこんばんは。そしてはじめまして。普段音声 ASMR チャンネルをやっています。TH ASMR です。今回はトラウマケアについての知識の面を解くための知識として、ぜひ皆さんに知っておいてほしい大切なお話をしていきたいと思います。私たち人間が心と体の安全が脅かされたとき、どんな反応をするのか、脳や体がその時あなたをどう守ろうとしていたのかという話をしていきます。また、トラウマを持つ人を苦しめる大きな理由の一つ、自分を責めてしまうということについても話していこうと思います。ぜひ最後まで聞いていってください。では、今回のお話の前に、まず私のことに少し触れさせていただきます。私は少年期にある種の虐待レベルのハラスメント、青年期にある種の暴行、それから友人の自死、そして長年にわたる身体的な病気、この4つの出来事が大きな個人的なトラウマとして残っています。今はだいぶ良い状態なので、こういった話ができるわけなのですが、ですので、まず私は治療者ではなく当事者として話している立場になりますので、その点のご理解と、優しい気持ちで聞いていただけるとありがたく思います。また、この話は私自身のトラウマ体験の具体的な内容を話すわけではないので、そこは安心してください。それでも話の内容としては、聞いていって辛くなってしまう方もいるかもしれません。ですので、いつでも休める安全安心な場所で聞いてもらえたらと思います。それでは話していきます。私たち人間は普通安全で安心できる状態が脳と体、心が安定しています。これは本来私たちにとってはごく自然で当たり前なことですね。でも様々な出来事で強いストレスを受け、強い恐怖や驚き、不安や焦りを感じ、そして身に危険が迫ると、脳の深い部分、生存本能を司る部分であなたの命が脅かされていると判断し、理性や意志の力では制御できない体に備わった自己防衛反応が起きます。その反応を大きく分類すると、戦う、逃げる、凍りつく、そして相手に合わせることで
身を守る迎合する。最後が心や体の感覚を切り離すシャットダウン、虚脱、乖離という反応です。脳は自動的にあなたを守るために瞬時に状況を判断し、これらどれかのスイッチを入れます。今回はこれらの反応について話していきます。まずは戦う、逃げるという反応です。これは原始時代を例にすると、捕食者や敵と予期せぬ遭遇をしたときに攻撃するか、一目散に逃げるかです。先ほど挙げた反応の中で他と大きく違うのは、直ちに体が動く準備ができているモードです。現代的な行為では、怒鳴る、物を投げつける、感情に任せて悪口や嫌味を言う、なじる、泣きわめく、その場を去る、相手をシャットアウトする、それ以上聞かないように耳を塞ぐ、連絡を断つ、いろいろありますが、戦うか逃げるのスイッチが入ると、こういった行動を反射的に取り、脅威から身を守ろうとします。皆さんもこういった経験はあるのではないでしょうか。そしてその場を切り抜けられると、脳が安全安心がまた戻ったと確信し、徐々に冷静さを取り戻していきます。これは自分一人の場合、こういったことでその場を切り抜けられると対処できたという事実が記憶に残り、それほど大きなトラウマとしては残らないかもしれません。また成功体験として捉えられ、大きなストレスを受けるたびに同じような反応で対処しやすくなる傾向が見られます。ですが一方では、大きく自責の念を感じてしまう場合もあります。それは例えば戦う反応で反射的に怒鳴ったり手を挙げてしまった相手が親しい間柄や子供だった場合、あんなに激しく怒らなければよかったとか、誰かと一緒にいるときに恐ろしい目に遭い、自分だけが逃げれてしまい、仲間を見捨ててしまったとか、そんな風に自責の念とともに大きなトラウマとして残ってしまうこともありますね。ですが、やはりこれは脳があなたを守るために取った反応です。その時のことを思い返すと、頭で考えるより先に体が勝手に動いてしまった。普段のあなたなら選ばないような激しい言葉が口から出た。そんな自分が自分じゃないような感覚ではなかっ
でしょうか。やはりそれは脳の警備システムがあなたを守るために理性というスイッチを切った結果です。ですので、もし今もそのことで自分を責められていたら、本当にあなたはこれから先も自分を責めて苦しみ続ける必要があるのか、今一度考え直してみてはどうでしょうか。優しくて繊細だったり真面目で責任感の強い人ほどそんな風になかなか割り切ることができなかったりしますよね。これを知って少しでも重荷を下ろしてもらえたらと思います。というわけで、戦う、逃げるという反応について話してきました。それでは続いて、凍りつく、迎合するという反応について話していきます。私たちの心と体を脅かすその出来事が、例えば巨大地震のような圧倒的な脅威、圧倒的な力量差のある相手や集団からの攻撃、そして避けることの難しい事故や病気、近しい人の死に関する知らせなどの大きすぎるストレスなど、こういった戦っても絶対に勝てないとか逃げ場がない、そんな状況だと私たちは凍りつく、迎合するという反応を起こしてしまうことがあります。まずはこの凍りつくという反応について話していきます。これは体が固まってしまうという反応です。意識はあっても意志の力では体が動かせない。脳の深い部分が動くと命が危ないと判断して全身の筋肉を硬直させている状態です。表情も消え、声も出なく、助けも呼べなくなってしまうことがあります。そしてこの状態は危険や脅威が去り、脳がもう安全と確信するまで簡単には解除されません。絶対絶命の状況の中、強い恐怖心などから下手に動いて相手を刺激し、命を奪われることを防ぐ、そんな長い生物の歴史の中で備わった苦しい一手です。この凍りつく反応ですが、実際のその人の頭の中では猛烈な恐怖を感じていたり、感覚の麻痺や意識の乖離状態が起きていたり、そして激しい嫌悪感や怒りや悲しみを感じ、頭の中では嵐のようなパニック状態が
起きていて、とっても苦しい状態です。ですが、相手や他人からはどう見えるでしょうか。静止して表情が消え、沈黙している。残酷なことに、一見何も起きていない冷静な人のように見えてしまうかもしれません。そしてそれが相手によっては無視や拒絶、または抵抗をやめたと勘違いされて、さらなる攻撃を許してしまうこともあります。本当にやるせなく苦しいですよね。ですので、もしあなたが今でもあの時抵抗できなかった私は情けないとか、逃げなかった私は愚かだとか、動けなかった自分を恥じたり責めたりしていたら、そんな風に思う必要は1ミリもないということをどうか知ってください。何も知らない周りの人がなぜ逃げなかったのとか、なぜ助けを呼ばなかったのとかできて、すごく無神経に感じて傷つくこともたくさんあったかと思います。でもあなたはその時間違いなく絶対絶命の淵にいて、自分の意志では動けなかったということ、そしてそのことを私は知っています。私も同じ経験をしたのでわかります。ですので、どうかあの時動けなかったご自分のことを責めるのはこれで終わりにしてくださいね。では次は迎合するについて話していきます。こちらも戦えない、逃げられないという状況で生き延びるために、相手に愛想をよくしたり、相手の機嫌をとり、相手にとって都合のいい人間になることで、相手の攻撃性をこれ以上上げないようにして攻撃を回避しようとする防衛反応です。これは一見自分の意思で行う行動のように聞こえるかもしれませんが、やはりこれも命を守るために無意識に起こる反応の一つです。皆さんも日常で相手の顔色を瞬時に読んだり、何か失敗して反射的に謝るというようなことってある程度身についていらっしゃいますよね。この迎合はそういった人間の高度に発達した社会的生物という背景があるからこそ起こってしまう高度な無意識の防衛反応と言えます。この反応が特に出やすいのは、相手との
何らかの深い関係性があったり、常習的な場合、例えば家族、上司、教育者、恋人などの相手から攻撃を受けたとき、虐待やパワーハラスメント、DV、性的暴行という言葉がパッと浮かんだかもしれませんが、まさにそんな状況で起こりやすい反応と言われています。また、偶発的な場合でも攻撃が止んだ後ですぐに逃げられない、いわば軟禁や拘束のような状況では、やはり命を守るためにこの迎合で切り抜けるしかない場合もあるかと思います。とても苦しいですよね。ですので、あの時私はヘラヘラしてしまった、こびてしまったとか、それを自分の意思でやってしまったと自己嫌悪感や自己否定感を強く植え付けられてしまいます。ですが、やはり決してこれは相手の要求にあなたの意思は同意していない、あなたの本当の心は決して屈していないということ。脳があなたの心と体を守り、何が何でも生き延びて帰るために取った防衛反応。ただそれだけ。それ以上でもそれ以下でもないということです。それでもあなたはもしかしたら相手との関係を守りたい、相手をまだ信じたい、そんなすごく純粋な気持ちから攻撃されたという事実を受け止めきれず、感情を押し殺してなんとか自分を納得させ、これまで必死に頑張ってきたかもしれません。だからその事実を正しく理解し、正面から向き合うことはすごく苦しいことですよね。それなのに世の中にはあなたのことを偏見や一方的な決めつけで、曇ったレンズであなたを見て無神経な言葉を投げつけてくる人もいますよね。あなたがその度に自分の尊厳を保とうと必死に頑張っている。あなたは辛い経験をして助けてもらうべき人なのに、それは本当に苦しい、見えない孤独な戦いの日々ですよね。この凍りつきと迎合という反応は結果的に相手の攻撃を受け続けることになり、いくら脳が取った自分の理性や意志では制御できない生存戦略、そして命は助かったと頭で理解できても、現実はその後のフラッシュバックや価格性不明、人間不信、
うつ症状などさまざまな場面、さまざまな症状で長く苦しむ現実問題があって、本当に何が救いになるのかなかなか難しいですよね。ただ少なくとも私はあなたに起きたことを知ってもあなたの尊厳や価値というものはそのことでは決して揺るがないので安心してください。私も同じような体験をしていますからね。どうか自分を責めることをやめて、ほんの少しでも心の重荷を下ろしてもらえればと思います。ではここからはもう少しその先というか最後の反応、シャットダウン時に起こる虚脱や乖離について話していきます。この話は、なんていうか、またもう一段重いような内容になるので、心を落ち着けて、あなたのタイミングで良いので、もう少しお付き合い願えればと思います。先ほども少し触れましたが、現実はこちらがどんな防衛反応をしても相手の攻撃が止まない時があります。人間はそうなった時、痛みや恐怖があまりに強すぎるため、これ以上感じると壊れてしまうと脳が判断して、私たちのさまざまな感覚をオフにするようなシャットダウンと言われる最終手段を取っていきます。身体的な面では虚脱という反応があります。これは凍りつくとは真逆で、全身の筋肉に力が入らなくなり、関節を支えられずだらんとなってしまい、体を支えることができない、腰が抜けて動けないとか、操り人形のように外からの力に無防備になってしまいます。そして脳から痛みを麻痺させる物質などが大量に放出され、痛みの感覚も鈍くなります。また心拍数や血圧を極限まで下げ、意識を失わせ気絶させたり、出血などの症状を抑え、エネルギー消費を断つことで致命的なダメージから臓器を守るという面があります。精神的な面では乖離という反応があります。精神が焼き切れるのを防ぐため、感情を麻痺させ、意識を遠のかせ、現実感を失わせます。そしてそこで起きていることを脳が正確に録画するのをやめてしまいます。そのため後になって記憶が断片的にしか残っていなかったり、一部が完全に抜け落ちていたりします。
脳がこの記憶をそのまま全て保持し続けると心が壊れてしまうと判断するためです。ちょっと怖がらせるような話かもしれませんが、こういった反応はショック死や修復不能な心のダメージからあなたを守る本当に最後の砦のような反応です。自分も実はこのような状況まで追い込まれてしまう体験をしました。乖離によって記憶の曖昧な部分とすごく記憶がはっきりしていて自責の念を強く感じる部分とか混在していて、随分理解に苦しみました。でもこれらの反応、科学的な仕組みを知って、それは脳が私を守ろうとして限界まで頑張った結果、その結果がバラバラな記憶だったんだと理解して、そしてようやく初めて記憶を整理する作業が始められました。散らかった部屋をようやく片付け始められるような感覚がありました。というわけで、今回命を守るための防衛反応、戦う、逃げる、凍りつく、迎合する、虚脱、乖離を含むシャットダウン、6つの防衛反応の話をしてきました。実はこういった防衛反応は日常の命の危機ではないストレスに対する反応にも起きています。少しですがそちらをまとめてみましたので画面をご覧ください。最近トラウマという言葉は深刻な傷だけではなく世間的にはちょっとした嫌な思い出のような時にも使われるようになっていますよね。専門的には深刻なストレスによってできるトラウマをラージトラウマ、命に関わるほどではない日常的な失敗や対人トラブル、厳しい叱責などによるトラウマをスモールトラウマと呼んだりします。このスモールトラウマは一つ一つは命に関わるものではありませんが、何度も繰り返されたり重なったりすることでラージトラウマと同じくらい深刻な問題を引き起こします。そしてこのように日常的なスモールトラウマも脳は6つの防衛反応と同じ回路を使って自分を守ろうとしています。ですので根幹にある生存本能に刻み込まれたこの脳の仕組みを理解することは日常的なトラウマ、ストレス反応への理解の助けになります。スモールトラウマについてのお話などもまた別の機会にしていけたらと思っています。
というわけで、ここまで見てくださって本当にありがとうございます。今回の話で、少しでも重荷を下ろしてもらえたら良いのですが、頭では理解できても、なかなかすぐに現実の問題の解決につながるかは難しいですよね。そしてこの防衛反応の話は理解できたけど、やっぱりあの日あの時あの場所へ行ってしまったのは自分の責任だとか、人の忠告をちゃんと聞かなかった自分の責任だとか、そんな風にその出来事までどんな行動をしたか一つ一つ思い返して、また自分を責めてしまうかもしれません。でもそこは未来が見えなかったあの時のあなたを、結果を全て知っている今のあなたが一方的に裁くようなことはフェアじゃないですよね。またこういったことをもっと早く勉強しておけばよかったとか、余計に思ってしまう方もいるかもしれません。でも今まで知らなかったのは、それはあなたの周りの人間や社会がちゃんとあなたを見て、あなたに必要なサポートや助けを与えることができなかったというだけで、あなたは暗闇の中、手探りで自分の力で、たとえボロボロになりながらもなんとかここまで生きてこられたのですから、ここまで本当によく頑張ってきたと思います。あなたもそんな自分自身を褒めてあげてください。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。今回初めて聞いてくださった方、ASMR が好きな方は、よかったら他の動画もリラックスや睡眠に役立てていただけたら嬉しく思います。ASMR を普段聞かなくて慣れてない方には、ちょっと刺激が強かったり、音の距離感の近さや親密さなどが不快に感じられる方もいるかもしれません。そこは無理せずにスルーしてもらえればと思います。そして、いつも聞いてくださっている方、いつも本当にありがとうございます。こんな私ですが、今後ともどうかよろしくお願いします。それでは、あなたが心穏やかに過ごせますよう願っています。